チャット GPT は与えられた指示に対して自然言語を生成する AI です。また過去の会話も覚えているため、前回の会話を引き継いで会話をすることができます。そこで今回はチャット GPT と会話をするだけで一文字もプログラミングを書かずにウェブサービスを作っていきます。はいどうもこんにちは、なとかのガクです。本日はチャット GPT を使うだけでコードを一切書かずに何かサービスを一つ作ってみようかなというふうに思います。言うてでもシンプルなサービスにはなると思うんだけど、どんなものを作ったらいいかなっていう質問するところから実際にそのコードを教えてもらうところまでを全部チャット GPT で完結してみたいなというふうに思います。ということで早速作っていきたいと思います。ということで早速チャット GPT に何作ったらいいかっていうのをちょっと聞いてみようかなというふうに思います。ちなみに今回ちょっとデータベースとかっていうなんかデータを保存するとかっていったところまでちょっと複雑にしたくないので、なんかもうウェブ上1ページ上だけで完結するぐらいシンプルなサービスがいいかなっていうふうに思ってます。なのでちょっとチャット GPT に聞いてみようかなっていうふうに思います。ということでまず聞いてみますね。チャット GPT だけで作れる簡単なサービスを教えてくださいっていうところで、そうするとなんか ToDo リストだったりとか天気アプリ、ランダム名言ジェネレーター、カウントダウンタイマー、カリキュレーターか、ちょっとあんまり面白くないので、もうちょっと面白いアイデアくださいって聞いてみます。確かにちょっとこの色のランダム生成のサービスは面白いかもしれないですね。例えばだけど何て言うんだろう、好きな色があったらそれに似合う色はこういう色ですとか、補色はこの色ですとか、そういう色のサジェストをしてくれるような簡単なサービスっていうのはもしかしたらちょっと面白いかもしれないですね。ちょっとこのアイデアをさらに深掘りしてみましょうか。そしたら色のランダム生成の作り方教えてって聞いてみますね。これはどうやら何かクリックすると背景の色を自動で変えてくれるっていうような HTML を生成してくれました。それ以外はもうちょっと自分が好きな色を選択してそれに合う補色とかを選択した方が面白いと思うので、例えばユーザーが色を指定して色を生成するそれの作り方、そうすると新しく生成してくれました。これはちょっと面白そうな結果を出してくれたので、一旦これを実行してみましょうか。単純にこれを全部コピーしてそのページを単純に開いてみます。はい、これでなんか色を設定するとランダムにそれに合う色を生成してくれるみたいなコードを書いてくれた気がするので、色を変える方法を教わって、その後にその色の数式みたいなものを多分いじればカラーはいじれるので、そこになんか綺麗な補色とかの色の合う方法を調べてフィットさせるみたいなことをやっていこうかなというふうに思います。ちょっと疲れたのでちょっとだけ休憩として場所変えて作業していこうかなというふうに思います。ちょっと港の方にでも行こうかな。
はい、これで作りたいサービスは作れたので、あとはデザインを整えていこうかなというふうに思います。で、デザインをもうチャット GPT に聞いて整えてもらうっていう程度にして、今回はスマホと PC とかっていったところの対応はせず、一応 PC だけ対応していこうかなというふうに思います。そしたらじゃあ同じようにチャット GPT に聞いて作業していこうかなというふうに思います。よっしゃ、できたから、これちょっと無料でなんか HTML ファイルっていう、これ今作ったファイルをアップロードするだけで世の中に公開できるサイトがあったので、ちょっとそのサイトを使ってアップロードしてみようかなというふうに思います。はい、というわけでこうやって無事公開もすることができてサービスを作ることができました。簡単に使い方を説明すると、上のカラーピッカーでこのように色を選択さえしてあげれば、それで補色だったりとか類似色っていった色を簡単に洗い出せます。また比較した色を選択すれば、自分が選択した色と組み合わせてどういう色をどういう風にマッチするかっていうのが見れるようになりました。はい、というわけで今回はチャット GPT だけで一文字も書かずにサービスを作ってみました。やっぱりサービスのアイデアがあって、どういう風に作ろうかなっていうアイデアを考えるときにはチャット GPT めちゃめちゃ使えるなと思ってて、微修正を一回一回テキストでお願いをして修正していくっていうのは、やっぱある程度ちょっとだけコードが理解できる人にとってはちょっと非効率なのかなっていう風に思います。はい、ということで今日はゼロからチャット GPT を使ってサービスを作りきるっていうところまでを全部チャット GPT に任せてやってみるってことをやってみました。やっぱり会話する中で自分じゃないアイデアが入ってきたりとか、そこからまた自分が新しいひらめきがあったりとかっていうところで、結構めちゃめちゃシンプルではあるんだけど、僕も使えるようなサービスが作れたのかなというふうに思います。なので皆さんもチャット GPT いろいろ使ってアイデアを探すでもいいですし、その一歩目の形をする部分、あと自分が苦手な分野っていうのをちょっと任せてみるっていう使い方も今後できるようになってくるのかなというふうに思いました。はい。というわけでこのチャンネルではこういったようにものづくり全般に関することを、僕が経験ないこともなんとか作ってみようっていったところをコンセプトに活動してますので、よければチャンネル登録ぜひお願いいたします。はい。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。